ちらとなっております。私の後ろが列の太鼓となっております。参拝さ株式会社メディアワーク様の来年度のますます商売繁盛をご祈願いたしましてご本でお願い申し上げます。いやしのぎの取り合いせなならんねや。これで本当の終わりだ。早水から行こう。もう一回。うちの会社はいわゆる薬剤映画を全体の、ね、70% か 80% を作ってます。山本法友、映画プロデューサー、または、イベントプロデューサーもやってます。非常に薬剤映画に対して皆さんおおらかだったから面白いということで見てもらったんだけども、2年前からいわゆる暴力団排除条例防廃条例というのができて、ヤクザと付き合っちゃいかん、ヤクザを美化しちゃいかんという風潮が世の中にこう出来上がってきたので、じゃあシーン440、頼むね。はい、じゃあ、はい、監督回して。ちょっと一枚かまってくれってお願いしてるだけだろ。お願いってなんぼ飲んでもこれはやる気とっちゃいまか。はい、その防廃条例は、暴力団排除条例といって暴力団と付き合ってはいけない。取材することはいいんだろうけど、それにしても結構グレーな部分で良くないということで、元暴力団が、辞めて今普通の人になってて、その人が昔の人から話を聞いて、で聞き伝えにこっちへ行くと、直接ヤクザと付き合うといけないんで、ワンクッション入って情報が入るということはありますね。ただそれもやっぱ雑誌の方が多いね、いろいろね。アンダーグラウンドのものを専門に作ってるね。篠田邦彦、実話ドキュメントの編集長、ジェイズ経文社の社長です。ヤクザに関したらば山口組が主なところになってきますよね。動向であるとか人事であるとか構想であるとか、そういうものを最新情報として扱っている感じですね。カテゴリーの一つとしてヤクザがある。でカテゴリーの一つとして右翼もある。入れ墨もそうだし、それが全部ごちゃ混ぜになって今は少ない総合誌なの。バイオレンス、そしてバイオレンス。この時に誠が今度俺の前にガッて来て、で誠も撃たれちゃう。見てるお楽しみ。今はねそんなに揉め事も少なくなってきたけど、当時はヤクザ、日本のヤクザっていうのは処罰というのがあって、いわゆる縄張りというのがあってね、その縄張り内で撮影する時には必ず許可をもらわなきゃいけない。
当然警察はそういうものをするなと言うけども、僕らはやっぱりその挨拶をしてやってたんだけども、たまたまその地元のヤクザと連絡がつかなくて無許可でやって、で、ヤクザが来てさらわれて事務所に連れて行かれて、まあ延々いろいろごちゃごちゃあってみたいなことがあったね。もう今はね、本当にさっきも言ったようにうるさくなったんでね、ヤクザと付き合いはねもうできないし、今は日本の法律ではヤクザと付き合うだけで罰せられるからね。一部ヤクザの考えの中で、美化できるものがある、そこを表現してると。はい。クソが聞こえる。本物のヤクザが映画に出たことは、正直言ってあるんだけど、もう今は防犯条例とかですね、そういう条例ができてからはもう使えなくなってね、やはり法律に触れるような映画の撮影はできないので、そういうのは、やってない。昔はあった。これは事実だね。どうも。篠田です。よろしくお願いします。あ、すみません。はい。とりあえず、肖像権が私のものになる。はい。日本で初めて入れ墨を定期刊行物で出したのもこの本だし、で表紙に入れ墨を作ったりして、そのまんま入れ墨の表紙の本を作ったりして、入れ墨の入れてるお姉ちゃんのカレンダーがなんだっけ、そこにあれを作るんで。結構がっつり入ってんだね。紫だ。はい。取って髪の毛をどっちだ？左側にまとめてね。一般的に入れ墨っていうけれども、入れ墨とヤクザがイコールみたいな形で捉えられてると思うんだ。それはちょっと違うなと。イギリスの皇太子が明治の頃かな、日本に来て、でその当時は日本は入れ墨禁止令があって、表に出る商売じゃなかったんだけれども、日本の入れ墨ってすごく綺麗だと。それでその皇太子が日本でぜひとも入れたいって入れてったっていう話もあるんですね。もうちょいこちらに回るかな、無理かな。回んないこれ。じゃあ反対向きやってみよう。ありがとうございました。今回のエピソードのスターは、大宮という役で小沢和義さん。男やったら行く道決めなあかん時が必ず来るね。せっかく男として生まれたんや。己の頭と腕っぷしだけでてっぺん目指すっちゅう生き方も面白いと思わへんか。いわゆる厄介者で、もちろん社会のルールにも適合してないし、ヤクザの中でのルールにも適合してないっていう人ですね。でアウトローの役しかやってないということはね、もう危ない命がけのことばっかりやってるしね。アメリカ人に銃で撃たれたこともあるし、撃ち返したこともあるし、実際のリアルのね。
ショットガン撃たれたこともあるし、役者誘拐されて頭に銃突きつけられてホールドアップされたこともあるし、そういう修羅場いっぱいくぐってるから、なんかこう匂いっていうか、なんかそういうのがなんか自然と身についちゃうんじゃないのかな。現役のそのヤクザの人たちと触れ合うことが今社会的に厳しくなってるから、なかなか難しいかもしれないけど、やっぱりどんな役やるんでも本物に接してリサーチかけるっていうのは俺たちの仕事だから。一番本物と違うところ、やっぱりオーバーアクションじゃないかな。自分から見るとちょっと戸惑っちゃうかな。本物よりかもすごいなと役者はそう思いますよ。右翼の世界とはまるっきりやっぱり違うけどね、考え方は一緒だと思う。右翼の世界は日本全土を守ること、で任教の方はね、その島を守っていくことかな。なんやねんこれどういうことやって言った後の工藤さんのどないしたんや。やっぱりヤクザ映画のっていうのは一般的にやっぱ派手なアクションシーンとか、なんていうのかな、車の台数が多かったりとかって、そういうバイオレンスを求めるところが大きいですし、そういう視聴者が多いと思うんですけど、一番見てもらいたいのは本当は普通の一般のお客さんというか、僕ら撮ってるのはヒューマンドラマを撮ってるつもりですから。よーい、はい。なあ、三谷。会長が島広げて会を大きくしていこう言うたのはどういう意味か分かっとるわな。それはもうせやったらなんで身内同士でしのぎの取り合いせなならんねや。それにあんた執行部の人間やで。はい。その杯を飲み干されますと同時に、あなたは共和会2代目を襲名されます。腹定まりましたならば、その杯一気に飲み干し、海中深くお納めください。どうぞ。例えばダークヒーローっていうのは悪いやつだけどもそいつがかっこいいっていう風にするのが多分ダークヒーローだと思うんだけど、ヤクザはダークヒーローじゃなくてヒーローなんです。ありがとう。